こんにちは。こんにちは。私たちは2021年の4月から日本一周をしている夫婦です。日本一周をするために中古でこちらの軽バンを40万円で購入しました。車中泊とキャンプをしながら日本一周するために私たち自身で DIY しました。この動画では私たちが実際に生活しているこちらの車の中を紹介したいと思います。それではどうぞ。では早速中を紹介していきたいと思います。お願いします。じゃじゃん。中はこんな感じになってます。ベッドモードです。だいたいセミダブルより大きいぐらいかなになってます。まずこちらのマットレス、これは自分たちで DIY したんですが、ダブルサイズのマットレスと下に入れてる合板とビニールレザーを買って自分たちでこの車の形に合うようにぴったりで作りました。詳細は別途作成動画を作ってますので、もうすでに YouTube に上げてるので、もしよろしければ概要欄に貼るのでそちらもご覧ください。一応これは10センチの厚みがあるので全然1ヶ月寝てても快適に過ごせております。とこちらは開くようになってます。この上にちょっとなんか物を置いたりもできるし、なんかよく使う洗剤とかすぐ出したいものを手前に入れてたらここからもここを開けなくても取れるようにしてます。で寝てみる？これぐらい長さは2メーターぐらいあるよな。2メーターぐらいあります。幅も130ぐらいかな。130、2人で寝てもいけます。全然、これぐらいの広さです。続いて床下収納を紹介します。このマットレスは8分割になってるんですけど、それぞれの下に荷物を入れてます。だいたい20センチぐらい、そうやな、土台の高さが、20センチぐらいで、これは一応座った時に頭がギリギリつかないぐらい計算して作りました。一応この車は入る190センチの車です。じゃあ中を紹介していきます。まずこちら、ここには皿とかコーヒーグッズなど入れてます。コーヒーグッズ、こっちがお皿で、あと洗剤とかスポンジとか洗ったやつ吊るすやつとかが入ってます。食器中心に入れてます。食器を中心に入れてます。こんな感じです。で次こちら、ここにも調理器具とかよく使うカセットコンロとかボンベとかアルミホイルとかを入れてます。あとはフライパンとかシェラカップとかも全部ここにスタッキングできるやつを買って入れてます。全部出すとこんな感じです。めっちゃでかくない？多分26センチぐらいかな、フライパンと20センチぐらいのパンと18センチぐらい全部ぐらいやけど、鍋と全部ニトリで買いました。ここは全部ニトリで買って、これもともと持ってたやつ、キャンプで使ってた水沸かすやつとシェラカップも4つ持ってきてるんですけど、ここにスタッキングして入れてます。かわいいシェラカップ、かわいい。私たちのオリジナルシェラカップいただきました。いただき物でもらいました。でとってもこれ取れるやつなんでめっちゃコンパクトに収納できます。こんな感じかな。で最初はもうなんかこっちにお皿、こっちに調理器具みたいな感じで結構しっかり分けて入れてたんですけど、なんかこう取り出す時に2個毎回開けるのが大変だったので、よく使うものをこっち側に入れて、あんまり使わないものとかキャンプでしか使わないものとか、そういうのはこっちに入れました。できるだけ開くところを少なくしてます。これは1ヶ月ここで住んで得た知識です。綺麗に分類分けするよりかは使う頻度で分けると、その方がいいと思います。がこちら後ろの右側、ここはドライヤーとか日用品のストックかなを入れてます。毎日使わないもの、一番開けへんところやな、ここが一番開けないところです。基本的に洗面具とかちっちゃいボトルに詰め替えてお風呂とかにも持って行ってるから、大きいボトルとかはここに置いて、なくなったらここで詰め替えるっていう風にしてます。化粧水とかシャンプーとかコンタクトの液とか、
クピカ。まあ、日用品その他みたいな感じやな。うんうん、掃除グッズとか、うんそういうのを入れてます。続きましてこちら、よいしょ。ここには調味料とか常温で保存できる食材、お米とかを入れてます、汚いけどこんな感じでジップロックに小分けにして入れてます。スープとかで、なんかお米のやつも食器で、最初まとめてたけど使いにくかったんで、米炊く時に使う鍋と米とお茶碗はここに入れるようにしました、これも。でこのシルバーの缶もやばい、スパイスボックスです。私たちカレーがめちゃくちゃ好きなので、カレーはスパイスから作りたい時もあるかなと思って、スパイスを持ってきました。香りがやばい。まずこれ開けたら香りがやばいんで、ここだけはこの密閉できるやつにしました。このビールはこの間キャンプ行った時に試供品でもらったんですけど、収益化するまでお酒は飲まないと決めているのでとりあえずここに封印しました。お願いします。ビール飲みたい。以上。じゃあ前を説明します。ここから、はい一番大きい床下のめちゃくちゃでかい。ここを開けると大きな2つ収納バッグが入ってて、うん、ここは2人の服を入れてます。はい。それぞれ1個ずつ服入れる収納ケース持ってて、まあ、見ての通りこれパンパンなんですけど、服はどれぐらいいるかわからなかったんで割といっぱい持ってきてます。はい。まあこの中に、まあ、下着、靴、服全部入れてるので1人50リットルぐらい。はいもともと最初ハードケースとかもいろいろ考えてたんやけど、どうしてもやっぱ床下で限られたスペースで入れるってなると、まあ、こういうソフトバッグがやっぱり一番いいのかなっていうことで、まあ結果ジャストフィットしてるからよかったなこれ。うん、よかっアマゾた。ンでなんかめっちゃ安いやつ買ったよな2人。めっちゃ安かった。めっちゃ安いのを買って入れてます。はい。ちなみにこの前の方は後ろより高くなっております。もちろんエンジンがある分作って前だけこの幅があります。でもともとここは椅子があったんですけど、うんそれは構造変更で2名乗車に変えてうん後部座席は取ってるので、ここはもう収納で全部使えるようはいにしてます。しております。はい、続きまして反対側。はい、反対側はこんな感じになってて、いまあ、主にでっかいもの、うん。ざっくりでっかいものが入ってます。でっかいものが説明するとソフトクーラーバッグを持ってきてます。キャンプでも使えるようにこういうのを買ったんですけど、栄養クーラーっていう結構保冷力が高いソフトバッグの18リットルかなのものを持ってきてて、まあ、ちょうど2リットルのペットボトルがこう縦に6本ぐらい入るんかな。で手前のこの大きいのがポータブル電源、うん。電源がめちゃくちゃ重要になってくるので800ワットぐらいのやつを積んでます。でその上に乗ってたのがタープ、タープですね。はい、が入ってます。はい。でその下テント、テント。これが一番でかいんじゃない？スプリングバー、カーカムスアウトフィッター3というテントを持ってきてて、結構でっかいテント持ってきてしまったんでこうガサは張っちゃってるんですけど、なんとか床下に入ったのでこう持ってきてるという感じです。はい。ちなみにテントの下にでテントの下も一応物入ってて、ここはペグが入ってるペグケーケースとかなんかサンダルとか重いものを入れてるスという感じですかね。という感じです。はい。であとこのわかるかな。運転席助手席との土台のちょっと細い隙間が空いてるんやけど、そこには、まあ、このテントのポールとかキャンプの時にランタンを吊るすハンガーポールランタンポールみたいなの、細いものをここに入れてます。はい。はい、で床下収納の最後この細い2つの下を紹介します。はい。まあ、こんな感じの細い空間になってて、でこっちはちょっと車内で使うテーブル、折りたたみ式のテーブルを収納しています。はい。でそれ以外は基本的には何も入れてなくて、というのも、まあ、ここを外した時にこうやって、まあ、隙間に入って、こうやって座ってここ足が入れれる空間にしてます。はい。こんな感じで座れます。座れるように掘りごたつ式にしてます。なのでここは基本的には荷物は入れないように、まあ、テーブルはまあ出し入れするんでこれだけは置いてるっていう感じで、頭も当たらないようにちょうど作ってます。はい。車上生活をするからずっとあぐらかいたりとか、なんか寝てる状態だとしんどいと思ったので足を入れてちゃんと座れるように工夫してます。はい。先ほどこの出したテーブルなんですけど、これはもう折りたたみ式にしてて、まあ、これも DIY でこれに合うように作りました。広げてまあ
成して、横がこの棚をつけてるんですけど、これ今こう開いた状態なんですけど、これはこう折りたたみ式で畳めるようにしてます。はい、こういう金具を使って、これも Amazon で買いました。押して下げたら畳めるという折りたたみ式の金具を購入して、そこに天板をつけてちょっとした棚にしてます。まあテーブルを広げなくても一応ちょっとした棚はあるって感じです。棚を開いた状態でこのさっきの折りたたみテーブルをこういう風にかまして、こうちょっとはまるように作ってるんではめて、後ろとかにもストッパーをつけてるのをずれないようなテーブルにしてます。結構安定するよな。それでも安定してる。真ん中の強度が心配やったんで、こういうサブの支えをこう下につけてて、ここはマグネットでテーブルとつくようにして、こう真ん中にこう物が来ても支えるようになってるので、割といけるな。鍋とかいける。なのでここで2人でこう並んでご飯をこうやっていつも食べてます。ご飯作ったり、パソコンしたり、車内でもできるようにこういう風に工夫しました。結構難しかったな、このテーブルも計算するのが、寸法を合わせたりするのが結構大変でした。ちなみにさっき車内で使ってたこのテーブルは外でも使えるようにちょっと工夫しました。一応3ウェイで、1つ目がさっきの車内で使うやつで、2つ目がこの足、こういう金具がついてて、でこっちにはこうボルトみたいなのがついてて、ここにこうくる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 っと簡単に回したらつけれるようになってます。これを4本あるので、4本つけると普通にキャンプの時に使えるテーブルになります。極力荷物を減らさないと入らなかったんで、テーブルはキャンプでも兼用できるようにこういう作りにしました。こんな感じです。ローテーブルぐらいな。きまして、第3形態を紹介します。3ウェイ目。爪の使い方は、これアジャスターついてるんですけど、これを外して、この別売りのボルト金具をここに入れます。この状態にしたら、さっきの内側についてた足をここにつけれるようになります。2本分こんな感じで長い足になります。そしたらこれをこの引っ掛けれるように計算して作ってます。取っ手部分に。でも全然動かないようにリアテーブルになります。オートキャンプ場とかでキッチンとして使ったり、立ってちょっとご飯食べたいなっていう時とかに使ってます。続きまして車内の天井収納を説明していきたいと思います。ここに板が走ってます。両方横と、後ろと後ろも3面走らせてます。これも DIY で 1x4 材を使って作りました。この板をどうやって固定したかっていうと、板自身にこのネジ付きのフックをつけて、この車の場合は天井にこう引っ掛けれるような場所があったので4箇所ぐらいかな、吊るす形にしてます。それでも十分強度があって耐久性ありそうだったんで、もうそれだけにしてます。100均で買ったカゴにタオル入れてます。寝るとき下に引くブランケットをここに丸めて、ここに寝袋を2つ入れて、これで寝てます。こういうカゴとかは固定してなくて、下に滑り止めシート、100均で売ってるこれを引いて、ずり落ちないようにしてて、ぐっとこうなんか押し込めば走ってても全然落ちてこないんで、もうこういう感じで入れてます。で、運転席と助手席の方の上はもともと純正品でこういう棚上のものがついてたので、ここに洗面用具とか筆記用具とか、すぐにこう出し入れして使えるものを中心にここに入れてます。カーテンをつけてます。四隅に邪魔にならないように束ねてるんですけど、こういうカーテンクリップで束ねてて、でカーテンレールは棚板収納の板に金具で
丸棒を吊るしてる感じかな。うんカーテンクリップをつけてカーテンを通してるって感じです。はい。このカーテンの布はもうカーテン生地を買って自分たちでちょうどいいサイズにカットしてます。でこう寝る時は順番にこう遮光性の高いカーテンになってます。前のカーテンはちょうどこの助手席と運転席のこの間ぐらいに棒を通していて感じで、全部閉めると大体こんな感じで全然夜はもう真っ暗よね。真っ暗になるって感じです。車内の電気についてはここに LED のバーライトを2つ左右に。つけてます。これ Amazon で買った安い LED バーライトをつけてます。コードが出ててここに2つ USB のコードが来てます、こっちはまあそのままここからつないでるんやけど反対側は遠いので後ろの棚板をこう這わせる感じで延長コードをつけてこっちまで持ってきてると。モバイルバッテリーここにつないで、スイッチをつけるとこんな感じで電気がつくようになってます。はい。全然明るいな夜はこれ、うん。基本的にはこのもうライト2つで全然明るい。節電のために1個でいい時は1個だけつけて生活してます。はい。天井とこの内張り、ここも自分たちで張り替えたんですけど、これはビニールレザーを使いました。ほんまは天井はよくこういう車中泊化してる人は木の板を売ってる人も多いと思うんですけど、私たちはこの木の分天井が低くなってしまうのが嫌だったのでビニールレザーにしました。一番後ろのところには帽子の収納を作りました。強力磁石そのままこうボンとひっつけて使ってます。型崩れしないようにこういう風にしてます。ここの一番後ろの窓はもともと普通に窓だったんですけど、ブラダンとスタイロフォームと100均のリメイクシートを貼って断熱パネルを作ったので、これをもう後ろはつけっぱなしにしてます。一応全部の窓分を作ったので、寝る時はこれを全部の窓にはめて使ってます。でそれはルーフボックスの中に普段は収納してます。私たちの車はこのルーフボックスを積んでます、はい、どうしてもテントとかタープとかでっかい荷物下に積んでるんで荷物の限界があったので、こういうルーフボックスを外付けして荷物を積載してます。はい。ここに足かけて別に乗れるんですけど、ちょっと不便なんで上に脚立を積んでます。これを先に出して登って荷物を取ります。ルーフボックスの上にはさっき説明したこの断熱パネルの他の窓用のものを積んでるのと、あとはキャンプ用品、普段は使わないキャンプ用品を中心に入れてます。電源に関してはさっきポータブル電源積んでるって言ったんですけど、その充電をどうしてるかっていうと、走行充電もできるんですけど、それだけだと限界があるので、実はこのルーフボックスの上にソーラーパネルをつけてます。はい。こんな感じでルーフボックスの上にソーラーパネルを貼り付けてます。細型の 50W のやつ。これはもう走行中絶対に外れないように強力なゴリラテープを周りに貼って、中はもう強力な両面テープを貼り付けて、剥がれないようにしているのと、一応予備でこういうワイヤーを結んで外れても吹っ飛んでいかないように工夫してます。ソーラーパネルのコードは上からこう引っ張ってきて外を通ってコードを走らせて、最終的にはここで入れて、でこっちの中につないできて、でここで充電できるようにしてます。はい。こうしてたらもう勝手に晴れてれば、自動で発電してくれるシステムを作ってます。この上の 50W のソーラーパネルだけだとどうしても発電量が足りなくて困るかなと思ったので、このルーフボックスの中に 120W のポータブルソーラーパネルを積んでて、キャンプとか行った時にそれはそれで出してきて別で発電できるようにしてます。はい。最後に外装はツートンカラーで形で塗装しました。もともとは薄紫色みたいな色だったんですけど、黄色と茶色の2色にしました。ポイントはなみなみです。最後に私たちがこの車の DIY でこだわったポイントを3つ紹介します。はい。1つ目はキャンプ道具を積めるようにしたことです。はい。
私たちはもともと2人でキャンプをずっとしてきたので、日本一周するなら絶対にちゃんとテントを張ってタープも張ってキャンプをしたいという思いがあったので、テントとかタープをどういう風に作ったら持ってこれるかっていうのを考えながら作りました。2つ目はこのベッドの寝心地にこだわりました、長い間車上生活をするっていうことで、ここは絶対に譲れないポイント。体が痛くならないように厚さも10センチあるマットレスにして快眠できるようにしました。はい、3つ目は車内空間の広さにこだわりました。はい、で、さっき車内は収納は基本的には床下と天井収納、あとはルーフボックスにしてて、他に棚とかは作らないようにしました。はい、広く見えるようにな、こだわりました。その分工夫しながら収納は作ったっていう感じです。はい、以上3つのこだわりでした。はい、ということで、車の紹介でした。はい、今日話した中にはもう DIY し終わって別の動画で上げてるので、はい、もし気になる方はこちらを見ていただければなんとなく作り方とかわかるかなと思います。ぜひご覧いただければと思います。はい、今後も旅を続けていくので、この車での旅の様子とかをどんどん YouTube にも上げていきたいなと思っているので、もしこの動画が気に入っていただけた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくおよろしくお願いします。ではバイバーイ。